さあ行きましょう。脇坂11のつぶやきドライビング富士編でございます。GR、BRZ カップ最終戦富士木曜日13時からのスポーツ走行でございます。まず我々の課題はですね、計測1周目、計測1周だけ計測をしてピットに入り、内圧をいつも通りチェックします。これは、ニュータイヤに対する内圧の合わせ込みでございますですよね。でその後、ロング用の内圧にしてロングランシミュレーションをしながら、30分の走行枠を終えるということですね。ここ2速やったっけ。さあ富士スピードウェイの上り区間ですね。上り区間ですね。吉田選手先行ってもらいましょう。さあ最終コーナーは2速かな3速で行きましょうか。まずは最終コーナー立ち上がりました。どうですか加速は。吉田選手と比べて悪くないような気がします。もうリミッターだった。なんや冬すごいな。さあ吉田選手1コーナー100過ぎぐらいでブレーキするんですかね。僕もそれに合わせます。100ぐらいにしとこうかな。あ、ブレーキしすぎた。ちょっと失敗です。ブレーキしすぎました。4速のままですよね確か。リア流れました。のけてくれません。何なんでしょうこの人たち。アウトラップですよね。アウトラップですよね。ちょっと怒りました僕。あかん ABS 固まりよる。どこ走ってんでしょうか。最終は3速ですね。今ねクラブマンクラスの人たちと走るとこういうことありますよね。今ピットから出ていった2台後ろからもアタックなんですよ。でピットから出てきたねその周じゃないですか。譲ってもやっぱそういうところね持ちつ持たれつ考えてほしいですね。2分3秒4ですね1周目。
失敗やね。よし、どうですか。さっきよりかは立ち上がりええでしょう。計測2周目2秒6です。さあ、このまま計測1周って言ってましたですけど、計測2周でピット入ります。どういうことですか。これでもマイナス表示ですよ、さっきより。内圧が内圧低いんだね。あ、吉田選手結構外出てますよ。踏みすぎ、マイナスで来てる。さあ、今ピットに入りました。ちょっと今回1周目2秒9、2周目2秒7、コンマに上がってます。僕今まだマイナスで来てる。まだですね。うん。で、堤がニューで1秒7。ここからはロングです。はい。まだですよ。さあ、改めまして脇坂11のつぶやきドライビング GR86BRZ カップ最終戦、富士の木曜日13時からの走行でございます。ただいま、ワンアタックタイヤですね。ワンアタックタイヤで走り始めて2周計測を終えてピットに入り、タイヤの内圧をロング用に変更して、ロングシミュレーションでございます。今ピットロード制限速度60キロ以内で走っております。それでは行ってみましょう。今回はですね、この走行枠クラブマンクラスの方々も多々おられてですね、この辺走るリズムがですね、ちょっとなかなか難しい。プロクラスの戦友とはちょっと違うかもしれませんね。できるだけ空いてるところ走りたいです。おお、さあ 100R でございます。 100R の先に富士山綺麗でしょ。ここはねちょっとね縁石の内側走りたいですね。
ああいうところの縁石の内側で草とかが削れてるところとかがあったら、そこがね走ってる車が多いということですよね。だからそういうところをちょっと走ってみるのもいいですけれども、それはまあ86レースのこのクラスはいいんですけど、まあ、スーパーカーとかね、そういう車であんまり縁石をかけたり縁石の内側に走ったりすることはですね、おすすめはしないですね。さあ富士スピードウェイ綺麗です。ここのコーナーはですね、ブレーキも踏んだりもするんですけど、極力車の姿勢を変えたかないですよね。そして GR スープラコーナーできるだけフロントグリップの限界の中で、アンダーを出さないように走りたいです。もう最終コーナーもそういうことですね。ただですね、問題は富士スピードウェイのね、新コースになってからコースの幅が広すぎてですね、いまだに脇坂11はどこを走っていいか分かりません。視聴者の皆さんにですね、おかれましては、もし、11さんここ走った方がええよっていうラインやったらぜひ教えていただきたいなと思います。180キロのリミッターのはずがメーター184になってますね。これ、まあ、この辺誤差ですかね、どうなんですかね。行きましょう。1コーナー100でブレーキですね。このクラス僕らのやつはですね、タイヤグリップしますから、543とね2とシフトダウンしてる時間がないので、僕の場合532とかけます。で4速のまま行って、ここのコーナーは4速のまま入ります。ちょっとスピード落としすぎました、すみません。さあ 100R 入ります。ここもですね、行き過ぎてですね、フロントがぐっと一瞬逃げ出すとなかなか帰ってこないんで、フロントが逃げるか逃げないかの範囲の中で走りたいですね。さあヘアピンです。ここからですね、ヘアピン立ち上がって 300R、B コーナーに向けるんですけど、ここも右に曲がってますけど、基本ストレートみたいなもんなんで、ヘアピン立ち上がりはですね、立ち上がり重視のラインでいきたいですね。もう少しフロントがグッと入ってくれたら僕なんか嬉しいですけどね。前ちょっとなんか不思議なラインの人がいますね。気をつけませんね、ないとねダメかもしれません。ちょっと唐突ともない動きされてますね。さあ最終コーナー3速のまま立ち上がって、1コーナーに入っていきます。次のラップはタイム望めそうにないですね。前引っかかりますね。でも前の車僕より速いな。ちょっとそんなことない。2分3秒7です。なんかレースしてんのか、それブロックしてんの。あ、のけてくれたんだ。それはありがたい。これものけてくれた。シフトミスしましたけども、シフトミスしてもこれでコンマ8、コンマ12ロスです。ちょっとピックアップしてますね、この時間帯。ただこのピックアップがオーバー方向に行ってるから、まだ、車は向きが変わっていいですね。3速で立ち上がりました。300R から前回の動画もそうなんですけど、我々シフトアップするときにですね、全開でアクセル全開でシフトアップしてますけれども、これはですねミッションのことをよく知った僕らのテクニックですので、どうか一般の方々は GR86 乗られている方もですね、全開シフトを真似しないように、非常にですね、壊れます、ミッションが壊れることにつながりますので、
ぜひ真似はされないようにお願いします。ちょっとタイヤが落ちてきて、ボトムスピードを上げると曲がらないですね。これですね、全開シフトいきますよ。これでございます。アクセルを、右足のアクセルを全開にしたままクラッチを蹴ってシフトを瞬時に今4速から5速にアップしました。これはですね、皆さん真似しないようによろしくお願いしたいなというふうに思います。さあ2コーナー立ち上がって、うわ、なんかゆっくり走ってある。なんすかねこの人。もうそういうの一番嫌。何してんの。ゆっくり走んにやったらライン上じゃないところ走りゃええのに。レースでも何でもそうですけれども、一人で走ってるわけじゃございませんので、周りに目を向けながら走っていただけたら助かりますね。つぶやきドライビングがぼやきドライビングに変わってますですよ。さあ看板過ぎてブレーキして、ここも3速2速という順番に。アクセルはね、ブレーキはね早めに離したいんですよね、この車。富士山綺麗でしょ。車に余裕があったり、レース中余裕があると富士山を見る余裕があるんですよね。ここもうちょっとボトムのスピードを早めから向きを変えてあげたいですね。こんな感じでどうでしょうか。これ立ち上がり重視いけたんちゃいますか今。タイヤの音してますね。ピックアップですねこれ。僕のあれはどこにあんねや。ボードは出してないのか。2分3秒8。のけてくれた、ありがとう。4頭どれこれ、ありがとう、サンキューハザード。なかなかのけてくれる人も、きちっと後ろ見てる人もいますね。ありがたい話です。タイミングずれましたですよね、のけてくれるのとね。後ろなんか速い車来ました。僕より速いです。コーナーでバンプタッチしてんのかな。ちょっとここのクリップ付近でもう少し僕はグリップ欲しいですね。後ろの方僕よりどこが速いんだろう。悪いことした、悪いことした。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。ごめんなさいってさ、ハザードを出したら手上げはりましたですね。まあこの間同じような感覚の持ち主同士だからできることで、こういうの嬉しいですね。710番エンドレスで出てましたですね。エンドレスの人ですかね今。1コーナーのブレーキングでブレーキが固まり気味な気がしますね。
インつきたい。ちょっと安泰になってきた。安泰になってきた。聞いて言うこと聞かなくなってきた。ちょっとブレーキ嫌やな。この辺のバンプタッチなのかなこれ。なんかこの辺を僕の中で変えてみたいな。よし、前のけてほしいな。ミスしたら無理か。僕行くよここ。114番さん行くでいいのかな。入っていい？入るよ。入るよ。いい？ダメ？入らせていただきました。すいません。まあハザード出す必要ないよね。のけてくれへんかってもんね別に。これ100%早いんじゃない？ロングの中で一番早かったんじゃない今。アンダーを無理やりアクセル開けてオーバー作って向き変えてみました。まあでもこれ続けるとリアタイヤね悲鳴上げるから多分良くないと思う。前でなんか蛇行してる人がいると思えばマサ選手でした。マサ選手アタック前のウェービングかね。どうでしょうかこれで。されてるんでしょうか。あれは何をされてるんでしょうか。これからアタックするんでしょうか。3秒4ちょっと上がりました。ガソリン軽なったところですかね。あ、吉田選手1コーナー出てきましたですね。マサ選手コーズアウト。吉田選手ありがとうございます。何今のリアの出方見た？急にリアブレイクしたね今。右左リアハング？シフトダウンするの忘れた。シフトダウンするの忘れた。リアタイヤの動きに集中してみようと思ったら、うわ怖い怖い、総合怖い。やだやだ、引っかかりました。ちょっと残念。あ、後ろから中山雄一選手来たんちゃいますかこれ。違
違うな、ネクステン、道上さんのところのチームですね、これ。よし、もう一周気を取り締めていきましょう。1コーナーちょっと僕分かったな、掴んだな。1コーナーグッとブレーキしてポンとブレーキやめてターンインだ。ちょっと次も実践してみましょう。3秒7、引っかかって3秒7やから、これ早かったんちゃいますか、この週。ほら、マイナスコンマ18、マイナスよ。ああ、右リアブレイクした。変なかわし方しないで。ゼロ。曇ってきた。僕の汗ですよこれ。さあチェッカーですね。喋るの忘れてましたですね。申し訳ないです。さあチェッカーフラッグ30分走行終わりました。車の投稿方はですね、基本的な大きな問題は少なそうですね。あとちょっとアジャストが必要かもしれません。
前下森選手見えてきました。早く帰ってほしいです。急ごね、ピッカー受けてるからってゆっくり走るのやめような。こっちはないやつみたいよ。ないやつ。行けよ。はよ行け。はよ行こうぜ。ないやつ下がるやん。ないやつに命かけてんのに。まあこの辺はですね、ちょっとやってることが何？横乗りますね。はい。やっぱりちょっとイライラするな。いやいや。うん。この人たちと走るとなかなか考えてることが違いすぎるのと、なんかナンバー付きのレースの割に、プロクラスの競争が激しすぎんねん。だからこのギャップやろな。車はね、13コーナーとかで13コーナーとかラストセクターでクリップらへんでツンと抜けるところがあんねん。それが何が原因で抜けてんのか調べてそれを直してほしい。抜けんのはで、あとブレーキング、そっち大丈夫？そっち大丈夫？ OK です。ます。あとブレーキングでフロントがタッチする領域までいかないというか、無理やりタッチさせて、なんていうのかな、沈まないその奥にうわっていうところがあって、その領域に入った途端にうわってなって ABS が固まるみたいな、なんだけど1コーナーのブレーキつんのめるみたいにうわって、でもタイヤのグリップが落ちてきたらそこを使って止めれたり曲げれたりするんだけど、もしあれやったら違う仕様を試してどっちがええかっていうのをポンポンと見て、そこから合わせ込み、もうこれはこれでええから、これ微調整でええと思うの、でもうどっちやったっけ？ここですね。ここ？あ、ちょっと待ってね。これ1列目。あれお金になった。多分向こうやね。いや、ここです。ここです。なんで？ガードレール後ろなんで。あ、そうか。ごめんなさい。間違えた。これはこれでいいんで、違う仕様をするか。あと車はもう全然違います。違う。あとこれを乗ると、ブレーキのキャリパーもアウトやったと思う、前のやつ。キャリパー前と一緒です。一緒。ほんだらもうそこへんの合成が全然違うんだと。ごめんなさい。一
番最初に言った13コーナーセクター3でグリップが抜けるっていうのは全体にリアフロントフロン降りてよ。ト内圧はショートもロングも低いってことですよね。うん、そうだよね。タイム見たらそうだよね。いきます。オライ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 ハンドルまっあとサイドブレーキ、はい。もっとここまで引きたい。 OK。これだと引けない。 OK です。縮めるってことですね。え、ストロークを短くってことですね。伸ばす。伸ばす。あ、OK OK。だってそれも前やってたでしょ、はい。前の車。